いえば日本。この国の人々は世界で最も深く桜を愛する民族かもしれないのだ。毎年3月、日本列島は南から少しずつピンク色に染まり始める。河津桜、ソメイヨシノ、山桜、品種を変えながら実に2ヶ月近くも咲き続ける桜のリレーが始まるのだ。ここ瀬戸内海でも3月に入り桜が咲き始めたので、早速桜ドライブをしていこう。ここからの2ヶ月、桜ドライブの動画が増えていくのでチャンネル登録は忘れずに。今日向かうのは呉市の安浦町。ここには河津桜と八重桜が並んで咲く並木道がある。しかもその背景には瀬戸内海のブルーが広がる。ピンクと青、この2色を同時に味わえる、なかなか贅沢なスポットなのだ。すでに右手には瀬戸内海が見えている。このブルーに桜のピンクが重なったら、それはもう楽園の美しさになるのだ。まずは安浦町まで視点を動かしながら瀬戸内ドライブを楽しんでいってね。ということで安浦町に到着。ここの桜並木は2012年に地元の三淵小学校の児童たちと安浦町まちづくり協議会が一緒に植樹したもの。地域の人たちの手で育てられてきた桜なのだ。駐車スペースもあるのでドライブがてらにぜひ立ち寄ってみてほしい。八重桜はまだまだこれから。でも奥にピンクが見えるかな。八重桜はまだまだこれから。でも奥に何かピンクが見えるかな。ちょっと歩いて近づいてみよう。どうだったかな。河津桜、咲き始めて一番元気な時期なのだ。瀬戸内海らしい晴天と海、そして桜、これは春が来ているのだ。
昼間の瀬戸内海はとても心地が良い。遠くに見える四国、近くにはお隣の島。この景色と桜を見ながらのお散歩ははかどるのだ。河津桜、名前の通り原産は静岡県の河津町。1955年頃に偶然発見された割と新しい品種なのだ。ソメイヨシノと比べると色が濃いピンクで花びらも少し大きい。パッと見でわかるくらい印象が違う。咲く時期も早くて2月から3月。ソメイヨシノより1ヶ月以上早く春を連れてくる桜なのだ。しかも開花期間が3週間と長いので見逃したってなりにくいのも嬉しいポイント。瀬戸内エリアでも温暖な気候のおかげで育てやすく、ここ安浦町のように地域の並木として根付いているスポットが少しずつ増えてきているのだ。以前のドライブで見た縮景園の梅、そして今日の安浦町の河津桜、これを見ると春が始まったという実感が湧いてくる。ここからが本格的なロードスターの季節なのだ。梅の香り、桜の香り、これはまさに心の雪解けなのだ。今日は呉市安浦町の河津桜、いかがだったかな。この続きのドライブはまた次回の動画でお届けするのでお楽しみに。チャンネル登録と高評価忘れずによろしくのだ。それではまた次の旅で。